はい、こんにちは。今日は第16回ということで、最近やってます順列組み合わせの問題に関してよくある問題、一順問題というのを考えてみたいと思います。教科書とかね、皆さんが持っている参考書では定番のように出る問題なんですが、どのように考えたらエレガントに解決できるかというお話をしたいと思います。で、まず問題なんですけども、例えば京都の街のようですね、5番目の道があって、左下を P 地点、右上を Q 地点としましょう。で、P 地点から Q 地点まで遠回りをせずに方法は何通りあるかということですね。で、今日はもうこの1台だけなんですが、例えば、皆さんの問題の中には途中に R 地点があったりして、P から R に行って Q とか、またはその途中地点を通らないとかですね、いろんな条件がありますけども、今からお話しすることを基本にすれば絶対できますので、この問題に集中して今日はやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ、最近ではよくやってますけども、まず回答に入る前に図を書いて実験をしてますよね。例えば、もう適当に言ってみましょう。遠回しちゃいけませんから、例えば P 地点から Q 地点というのは、まっすぐ行って、まっすぐ行って、こういうふうな言い方がありますね。例えばこれがワンパターンにしましょう。ちょっとお願いですね。さあ、他にはどういう言い方があるでしょうかね。適当にちょっとジグザグ運転しましょうか。こう行って、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 こう。ね、これを2番目の言い方としましょう。たくさんありますよね。こう言って、こう言って、こう言って、こうね。はい。こうやっていろいろ、最終的には書いていったらいいんですよね。例えば私は、以前小学生に対して塾の講師をしてましたけどもね。でも小学生がどんどん書きまくって、何通りです。それもいいことなんですよね。ただ、皆さん高校生の皆さんに対しては、先ほども言いましたように、少しエレガントに考えてみたいということです。さあ、そうしますと、最終的には、この丸1、丸3、点々何通りあるかを考えたいということなんですね。もちろん書いていけばこれで終わりです。ところが、これを別の解釈をして、もう少し違う考え方で攻めることができないか。数学でよく1対1対応というんですけども、この道順の表現をもう少し別の表現に変えてみましょう。何か。この1番の生き方というのは、ちょうど5番目で言うと、縦に1、2、3区画ってますね。区画って言ったら硬いので、もう3つと言いましょう。まず縦に3ついって、そしてそれから横に1、2、3、4といってます。こうですね。さあ、2番目の生き方は、これ全部書いてるとちょっと図がごちゃごちゃになりますので、口で言っちゃいましょうね。まず縦に1回、横に2回、縦に1回、横に1回、縦に1回、横に1回です。こうですね。3番目は、横に2回、縦に1回、横に2回、縦に2回。いうことです。ここでちょっと考えてほしいのは、この右側の矢印の表現が、この縦矢印、横矢印、もし入れ替わったら、違う道順になりますよね。ということはどういうことでしょう。実際はこちらのパターンを数えたいんですが、解釈を変えて、この生き方とこの生き方は同じ意味だ。それが同じことを繰り返すことによって、こちらの矢印のパターンが何通りあるかを考えれば、こちらの答えが出てくるんじゃないかということです。さあ、ここまで。田村君、整理してください。よろしいでしょうか。はい。そうするとですね、ここに考え方と書いてますが、前回あることやりましたね。同じものを含む順です。前回これやりましたけども、この右側の図をよく見てみると、同じ矢印、縦が3本、横が4本ですね。この
並べ方の総数を考えればいいんじゃないかということになるわけです。よろしいでしょうか。したがって、前回の第15回の考え方を活かしましょう。はい、回答を考えてみます。縦3問。横4問の並べ方を考えるので、もうこれだけでいいですよ。さあ、前回は2つのパターンやりましたね。今回はもうそのうちの1つを取りましょう。階乗で割るというやつですね。それともう1つは組み合わせ。どちらがいいでしょうかね。はい。じゃあ今日は組み合わせでやってみましょう。全部で7本の行く道があります。で、7本の中でどこに3箇所縦矢印を置く。そしたらもう残り4箇所しかありませんから、こうでしたね。つまり、もう 7C3× ことの1ということになりますので、7C3 は 7×6×5、3×2×1 と、パッと約分して35通りということになります。もちろん階乗の表現でもやってみてください。よろしいでしょうか。セカンドスペースが余ったので、ちょっとだけ今回違ったお話をしたいと思います。先ほども私言いましたように、小学生を教えてましたよっていう話しましたね。小学生にはこういう話をやってもこの記号なんか習いません。そこで面白い話を少し交えます。これ知ってる人はおられるかもしれませんけども、ここにですね、同じ図を書いています。で、考え方としては、左下から右上に進んでいくので、よろしいでしょうか。ここの交差点に進むには、左から来るやつと右から来るやつ、左から来るやつと下から来るやつです。その2つのパターンしかありえません。遠回りはないので、上から来たり、右から来るとはありません。従いまして、この2つを足していくということなんですね。やってみましょうか。まず、横のラインはずっと1です。なぜって言ったら、足すものなんですね。縦の方もずっと1です。さあ、ここからです。この法則に従って、ここの交差点は1と1を足して2です。2と1と3、4、どんどん行きましょう。2足して3、6、10、4、10、20、5、15、トントン、35。どうでしょう。小学生にはですね、この考え方が有効だったんですね。これは実を言うと、パスカルの三角形という話と関連してきています。興味を持った方は調べてみるといいかと思います。では今日は以上で終わりましょう。ありがとうございました。